はい、皆様こんにちは。法華経の話第81回です。まずはじめに、能登半島地震で被災された皆様に心よりお悔やみを申し上げます。この寒い時期の震災ということで、大変に不便を強いられていることと思います。自分としては何もできるわけではないのですが、できる形の支援をしていきたいと思っています。亡くなられた方々のご冥福と速やかなる復興をご祈念しております。では今回はダラニ本第26ですね。このダラニですが、あまり聞いたことがない言葉ではないかと思います。ダラニはサンスクリット語のダーラニーの音写になります。音写の場合は音をそのまま漢字で表していますので、基本的にはダラニという漢字に意味はありません。このダラニは創示、納示、納写とも訳されます。意味としては、すべての物事を深く心に記憶して忘れない力のことを言いまして、一種の記憶術のようなものだというふうにも言われております。第一度論という仏教の注釈書には、多くの前方をよく保つゆえに納示、多くの悪法を遮って生じないゆえに納写と称するという、そういうことが示されてもいます。あまり詳しく話すと本論と離れてしまうのですが、菩薩たちは人々を救うために仏の教えをあまねく覚えていないといけないということがあります。いざ誰かを救おうとなった時に仏様の教えを忘れていては困るわけです。そのためにダラに、つまり全てを記憶していくことというのは必修のことであるとされるわけです。ちなみにこのダラには真言のことだと思われている方もいらっしゃるようですが、これは厳密には違います。真言は仏や菩薩などの悟りや誓願を示す真実の言葉とされるもので、一方のダラには先ほどから述べているように一種の記憶術のようなものになるわけです。ただどちらもまじないのようなものを唱える行法になりますので、それが混同されて後に真言がダラにと言われるようになったそうなんですね。さらにちなみに先ほどダラにをまじないのようなものだと言いました。このまじないは主とも読みまして、このダラニの漢訳、中国語訳にもなります。ダラニの行法が中国にあったまじないの方法に似ていたので、ダラニをまじないとも訳したようなんですね。ですから、まじないというのも、厳密に言えばダラニとは違うということになります。で、そのまじないはもともと良い祈りのことを言っていたそうなんですね。ですから、この字とこの祝うという字は同じ使われ方をしていたそうなんです。この両方の字にある作りの兄という字は、この口は神様への言葉を入れておく箱を表すそうでして、それを持ち上げて神事を行う姿を示しているというふうに言われています。兄弟では年長の人が神事、神様のことを行うということがありますから、年長の兄弟にこの兄という字が当てられるようになったようなんですね。ところが前回の最後の方でも話しました玄着応報人ということを話しましたけども、悪い祈りをする人も出てきまして、そういう祈りを呪うというようになり、もっぱらこの主という字が悪いことを祈るという意味として使われるようになってしまったようなんですね。今でもこれはおまじないよという意味で使われるときはそんなに悪い意味で使われているわけではないと思います。ですからこの呪うという字ももともとは良い意味でも使ってたということになるんですね。ということでこの調子で話をしていきますと例のごとく本文になかなか入れないということになってしまいますので、これぐらいにしまして本文の説明をしていこうと思います。ダラには一種の記憶術であるという形で覚えておいていただければ良いかなと思います。ではダラニ本の冒頭は薬王菩薩が釈尊に質問をします。この薬王菩薩は法華経で何度も出てきますね。辞書の妙正言の本事本でも登場します。薬王菩薩が釈尊に質問するんですね。釈尊よ、もしこの法華経を行ずるならどれほどの福徳を得ることができるでしょうか。これは今まで何度も繰り返されてきた質問ですね。法華経を行ずる、そして福徳を得る。このことを何度も何度も法華経の中で確認をしてきました。釈尊は功徳は甚だ多いとお答えになるんですね。こう説明するわけです。
主上がガンジス川の砂の数にも等しい計り知れないほどの仏様を供養したとしよう。その功徳は多いであろうか少ないであろうか。薬王菩薩は非常に多いと答えます。大変たくさんの数の仏様を供養するわけですから、それに応じた功徳は多いというふうに答えるんですね。すると釈尊はさらに仰せになります。この法華経を行ずる功徳は、先ほどの計り知れないほどの仏様を供養している功徳よりも多いんだというんですね。こうして法華経を行ずることによって得る功徳というのは莫大であるということが示されます。このガンジス川の砂の例えですが、とにかくたくさんだということは分かりますが、実数はなかなか分からないんですね。東京ドーム何個分もよく分からないんですが、このガンジス川の砂の例えも実際の数っていうのは分かりません。とにかくたくさんの、もう大変にたくさんのという表現になるわけですね。そのたくさんの仏様たちを供養している功徳より、法華経を行じている功徳の方が大きいんだと示されたということになります。で、この確認を終えまして、薬王菩薩は、では、この法華経を行ずる人、これから法華経を行じていく人に、このダラニを与えて、私は彼らを守護しましょうというふうに宣言するんですね。薬王菩薩がこの法華経を行ずる人に、このダラニ、一種の記憶術のようなこのまじないを与えて、そして私、薬王菩薩は彼らを守るんだと。法華経を行ずる人を守るんだと宣言してくれるわけです。で、そこでここからそのダラニが実際に示されます。アニ、マニ、マネ、ママネ、シレとこういう感じでずっと続いていきます。この薬王菩薩が示すダラニは43個もあるんですね。一つ一つの意味ですが、例えばアニは木なんというふうに訳されたりするそうです。珍しいことという意味ですね。ただこのダラニの場合、ダラニ自体は意味を持たないという学説もあるそうです。深く観察するために、わざと意味を持たない言葉を口に発することによって、意味にとらわれない観察や思考をするという意味があるとも言われているんですね。実際このダラニのそれぞれの意味を説明するととても煩雑になりますので、今回は割愛をしようと思っています。薬王菩薩はこれらのダラニを示した上で釈尊に申し上げます。もしこの法華経を授受する法師、法華経を行ずる人ですね、法華経を修行する人に対して危害を加えるようなものがいれば、これは多くの仏に危害を加えるのと同じであると、申し上げるんです。法華経の行者に危害を加えることは、仏様に危害を加えることと一緒だと薬王菩薩は言うんですね。すごい踏み込んだ発言ですが、この発言も法華経のこれまでの章の中で、繰り返されるような内容でありました。薬王菩薩はそれほどの覚悟を持って法華経の行者を守護しますと釈尊に誓ってくれているわけです。続いて、湯勢菩薩が同じようにダラニを釈尊に披露します。こう釈尊に申し上げるんですね。そしてこのダラニを保つ者は、アッキが法師、法華経を行ずる相続ですね。法華経の行者の短所を探し求めようとしても、その付け入る隙を与えることはないと。このダラニを保つ者は、そういう付け入る隙を与えることはないでしょうと、釈尊に申し上げるわけです。私たちは誰しもが短所を持っていますね。そういった短所に悪鬼は入ってくるわけですから、そういうことを防いでくれると、湯勢菩薩は釈尊に申し上げるわけです。で、これと同じように、毘沙門天もダラニを披露し、法華経の行者の守護を釈尊に誓います。さらに、持国天皇も同じようにダラニを披露し、法華経の行者の守護を釈尊に誓うんです。続いて、十羅刹如が登場します。十羅刹如は10人の羅刹如。10人の羅刹如のことです。一説にはこの後登場する鬼子母神の娘たちであるともされます。もともとは人の生気を吸う鬼だったのですけども、仏教に帰依して、このダラニ本では鬼子母神と一緒に法華経の行者の守護を誓う諸天前神となります。この10人の羅刹如たちはそれぞれなかなか特徴があるので、ここでせっかくなので紹介をしようと思います。まずは1人目は乱馬ですね。主上を束縛し殺害するところからの呼び名でございましたが、
仏様に帰依して善人、良い神様となった後は煩悩をよく縛る。そういった羅刹如になります。二人目がビランバですね。衆生、人々の結びつきを離れさせるところからの呼び名ですが、この仏様に帰依した後は煩悩をよく離れさせてくれる羅刹如となったとされるんですね。三人目が国師です。歯が上下に生じており、宝を積んで人によく施す羅刹如とされるんですね。四人目が化師です。歯が上下に美しく並んでいる羅刹如です。五人目が国師ですね。歯が黒色をしている羅刹如になります。なんだかちょっと歯に注目しすぎなような気がしますが、どうもこの歯が特徴的な羅刹如のようなんですね。6人目が多髪です。字のごとく髪の毛が豊かで多い羅刹如になります。それが鬼だというとなんかちょっとどうなんだろうなと思ったりしますけども。7人目が無縁族で衆生を害して飽きないところからの呼び名ですけども、仏様に帰依した後は衆生を自念して慈しんで飽きない、そういう羅刹如になったと。8人目が自要楽で左右の手に要楽、花を持つ、そういった羅刹如です。9人目が高台と言いまして、天外と人外を自在に往来するところからの呼び名になるんですけども、仏様に帰依した後は諸法が北海に変満して自在であることを示す、そういう羅刹如となったそうです。そして10人目が脱一切衆生正家で、一切衆生の正気を奪うところからの呼び名ですけども、仏様に帰依した後は一切衆生の煩悩の悪気を奪ってくれる、そういった羅刹如となったというんですね。この10人の羅刹如と鬼子母神の子供や仲間たちが一緒に仏様のところに来まして、薬王菩薩や遊世菩薩たちと同じように釈尊に申し上げるんですね。ちなみに鬼子母神の話は有名ですね。鬼子母神も先ほどの十羅刹如と同じくもともとは鬼でした。十羅刹如をはじめとする500または1000または万の鬼の子の母であるので鬼子母神と呼ばれていたそうです。この鬼子母神は自分の子供は大変に可愛がるのですが、自分の子供以外は人とも思わない残忍なところがありました。非常に凶暴で人の子を食い殺す習性があったのです。これを憂えた心配した周りの人々が釈尊に相談をします。釈尊はもうこれは放っておけないということで方便として鬼子母神の末の子を隠してしまうんですね。末の子供がいなくなったことを知った鬼子母神は世界中を7日間嘆き悲しみながら探し回ります。しかしどんなに探しても見つからないんですね。そして鬼子母神は釈尊に泣きつきます。子供を探してほしい。子供はどこにいるのだろうかと。すると釈尊は、あなたのようにたくさんの子供がいても、一人の子供がいなくなれば探し求めるのである。まして少ない子供しかいない家庭の子供を奪ったら、その親はどんな思いをするであろうか。と、鬼子母神を戒めるわけです。そして仏教への帰依を促し、これ以上殺生しないことを誓わせ、末の子供を返したと言われています。鬼子母神はその後厚く仏教を守護し、各地で安産、育児の神としても祀られているんですね。私たちはどこか鬼子母神のような部分があって、もちろん人の子供を取って食べたりはしないわけですが、自分だけが良ければいい、他人のことはどうでもいいとこうなってしまいがちです。失って初めて気づくでは本来遅いのであって、少しでも相手のこと、他者のことを思い、周りのことを見ようとする努力は必要で、そうすることで自分の愚かさに気づくこともできると思うんですね。それにしてもお母さんが子供を探し求める時の声というのは非常に胸に響きます。以前にお寺に家族で参詣された方がいまして、3歳くらいのお子さんがお寺の中でかくれんぼをしてしまって、ちょっと姿が見えなくなってしまったことがあったんですね。お母さんはいないことに気づきまして、名前を呼びながら探されたのですが、その子供の名前を呼ぶその声の響きが非常に切なくて、胸を締め付けるものがありました。すぐにお子さんは見つかったのですが、
とても記憶に残る出来事でした。この鬼子母神の説話を聞くといつも胸が痛くなるんですけども、先ほどのお母さんの声を聞いたその記憶があるからかなというふうにも思っています。また話がそれてしまいました。十羅刹如と鬼子母神たちが釈尊のもとにやってきまして、ダラニを披露し、法華経の行者の守護を誓うんですね。この十羅刹如と鬼子母神たちの覚悟は半端ではなくて、ダラニを披露した後補足として、たとえ私の頭を足で踏みつけることがあっても、法華経の行者を悩ませるなよ。熱病を引き起こす病魔にしても、行者を悩ませるなよと、こう補足するんですね。でさらに、もし我が主に順ぜずして、説法者を悩乱せば、頭破れて七分になること、あり樹の枝のごとくならん。もしも私が説くダラニに逆らって、法華経の説く者を悩まし、その心を乱す者がいれば、頭は七つに裂けてしまい、あたかもあり樹の花のようになるでしょうと。こう釈尊に誓うんですね。恐ろしい表現ですね。まるで更生した元不良の人たちが更生はしているんですけど、ついつい昔の言動が言葉尻に出てしまう感じかもしれません。法華経の行者を悩ませるようなことがあったら、うちらただじゃお関係なみたいな感じでしょうか。ただこれはあまり茶化すようなことではなくて、これは薬王菩薩の時もそうでしたが、この十羅刹如や鬼子母神たちは非常に確かな覚悟を持って行者の守護を誓ってくれているということになるわけです。別に法華経の行者を悩ますようなことをしなければ何にも怖くないことですし、守っちゃるけんと言ってくれているのは本当に心強いことでもあると思います。そして釈尊はこうやって法華経の行者の守護を誓ってくれた方々を褒めたたえてダラ日本は終わります。少し不思議な章でしたが、拝読してみるといろいろと有名な菩薩や諸天前人が法華経を信ずる人を守護してくれるという大変励みになる内容であったと思います。では次回は妙正言能本事本第27です。法華経に巡り合うことの難しさや親子の関係などが説かれる章になります。本日はこれまでです。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。